皆さんこんにちは。今日はオーストリアの首都ウィーンにある主要駅のウィーン西駅にやってきています。実は昨日大雪だったということで、ご覧の通り駅前もだいぶ寒そうな感じになってます。さてなんですが、今日はここウィーンから国内最西端のフェルトキルヒまで移動していこうと思います。もちろん鉄道での移動ですよ。で、そこまでなんですけど、ウィーンからなら1時間に1本あるレールジェットに乗れば行けちゃうわけですが、以前にも結構紹介しましたので、それは置いといて。今回は、ここ西駅から出るという、かなり特殊な経路を通る長距離列車を使いつつ移動していきたいと思います。その列車、普段は旅客列車が通らない経路を通るらしいので、これは楽しみですね。ということで、早速出発しましょう。屋内にやってきました。ここはかつてウィーンから西方面へのメイン駅だったこともあり、この吹き抜け空間とかがとても大胆で豪華な作りですね。中央駅ができてからはほぼ全ての長距離列車が向こうに行っちゃったんですが、実は最近線路容量の関係からか、ここ発着の長距離列車が結構戻ってきてたりします。今回乗るのもそのうちの一つですね。さて今回乗る列車はありました。下から2番目に表示されているインターシティ1142便ベルグル中央駅行きです。案内を見るにこちら1等車1両に2等車が4両の5両編成かな。あと先頭に機関車マークがある通り、機関車が引っ張る客車列車ですね。それでは入線シーンをもうやってきちゃってますね。せっかく早めに来たんですが、40分前にしてすでにいるとはびっくり。ここかつての名残でホームの数にゆとりがありすぎるので、早めに来ても足りるんでしょうね。来ちゃったものは仕方がないので、とりあえず前方に行ってみましょうか。これ1等車が後ろから2両目にあるので編成逆ですね。どこで編成が変わったのか分かりませんが、こういう緩さはオーストリアって感じ。前から2両目のはナイトジェット用の塗装してるやつですね。夜行列車用の塗装してますが、中身は座席車なので、よくこんな感じで中高便にも混じってたり。前は入れ替え機ですね。機関車はまだついてなさそうかな。とりあえずこの辺りから適当に乗りましょうか。相変わらずな段差してますね、ここ。座席予約はしてないので、適当に空いてるところを探します。ここ予約も入ってないですし、良さそう。乗ったのは、ヨーロッパではおなじみのコンパートメント席。横3列が向かい合った一室6人のお部屋ですね。2等車ということでシートピッチはそれほどですけど、体格の大きいヨーロッパの人向けなので、そこそこはある感じかな。こういう座席は空いてるととても快適なんですが、混んでくるといやおうなしに相席になるので、そこは一長一短ですね。ドア上には空調ダイヤルとかお部屋の照明スイッチなんかもあります。あとこっちはアナウンスの音量ですね。座席は確保したものの、発車までまだまだ時間があるので、ここで朝ごはんでも食べておきましょうか。買ってきたのはプロシュートにモッツァレラとトマトが挟んであるイタリアンなサンドイッチ。食べる前からもう美味しいがわかる組み合わせですね。それではいただきます。ごちそうさまでした。安定の組み合わせで安定の美味しさでした。食べ終わった後の紙のゴミはここに捨てましょうね。動き出しました。現在9時1分ということで、原因はよくわかりませんが、約10分遅れでの発車となりました。さて、乗ったこの便ですが、経路としてはこんな感じになってます。ウィーンから出発すると西へひたすら進み、ドイツとの国境近く、ザルツブルクあたりで南に方向転換。その後は国境を迂回するように西へと移動して、ベルグル中央駅まで向かいます。さっきこの便は特殊な経路と言いましたね。その特殊な経路というのはここ。
実はここを曲がらず直進するとザルツブルクのメイン駅、ザルツブルク中央駅というオーストリアでも有数の主要駅があるんですが、この列車はそこに向かわずギリギリの手前のところから南向きの別の路線に入っちゃいます。短絡線があるのでもちろんスルーで行けちゃうのですが、通るとザルツブルクを通過しちゃうということで定期の旅客列車で通る便はまずないですね。その例外がこのインターシティ便というわけです。実は同じようなルートの便は他にもあるのですが、他の列車は全てザルツブルク中央駅に止まってから向かう経路になっているということで、この便の特殊さがわかるかもしれません。なぜザルツブルクを通過してまで向かうのかなんですが、このザルツブルクの南あたりの沿線はスキーやハイキングのリゾート地になっていまして、この列車はウィーンからそこへ向かうリゾート客の輸送をメインにしているからですね。なので運転日も土日祝日のみという休日のみに設定されていたりします。乗り込む人を見てたんですが、スキーやスノボの板を持った人もそこそこ見かけましたよ。今日は昨日大雪が降った後なのでスキーとしては良さそうかもですね。5分ほどで次の停車駅、ウィーン・ヒュッテルドルフ駅に到着です。お、ラインツトンネルですかね、ここ。ヒュッテルドルフ駅から少し西にあるこのトンネルは、ウィーンから西方に進む高速新線のスタート地点となるトンネルです。ちなみにここはウィーン中央駅の先、マイドリング駅のところで入る入り口とは別で、そちらとはトンネル内で合流しますよ。トンネルを出ると、街の景色から一変して農業地帯に突入ですね。そこそこ長いトンネルを通過した後は、ここで次の駅、トゥルナーフェルト駅に到着。さらに次のザンクトペルテン中央駅まで来ました。ここは基本的に全ての列車が止まる主要駅ですね。この列車がすごいのはここからで、ここまでは停車駅が多いタイプの優等列車みたいな止まり方をしてたんですが、ここから先は一変して最上位の種別レールジェットエクスプレスと同じ停車駅になってます。なので次の駅は約120キロ先のリンツ中央駅。高速船を40分近く爆走することになりますね。お、最高速じゃないですか。この編成は高速で走れる客車で固められているので、ここは本気で走れますね。200キロで走る客車列車という日本の感覚ではなかなか違和感のある光景とは思いますが、ヨーロッパでは割といろんなところで体感できたりします。もうすぐで次のリンツ中央駅ですね。ところでこの列車、平日も運転される列車の邪魔をしない絶妙なダイヤで設定されていて、ここではだいたい15分間隔くらいでもうちょっと停車駅の多いタイプの優等列車があるんですが、それのちょっと前に設定されることで全力で走ってもそちらの追い越しが発生しないように調整されているみたいです。まあ要するに光のちょっと前に出発する望みみたいなものでしょうかね。もちろん東海道新幹線ほど過密ではないんですが、ここまでの区間は10分に1本くらいの本数で高速な優等列車が設定されているので、ヨーロッパではまあ多い方なんじゃないでしょうか。ということで着きましたね。リンツ中央駅を発車したんですが、面白いのはここから。普通の列車であればリンツ中央駅を西に出ると次の停車駅はザルツブルク中央駅になるんですが、この列車は違いまして、次はザルツブルク南駅という別の路線上にある駅になってますよ。ここで次の主要駅のヴェルス中央駅を通過です。ちょっと反対側にはなっちゃうんですが、ここはウィーンとフランクフルトやベルリンを結ぶ ICE が通る北へのパッサウ線が分かれている駅ですね。お、遠くの方にアルプスの山が見え始めましたね。さあ、やってきましたよ。この先でザルツブルク中央駅を回避する短絡線に突入です。今減速してるんですが、あの列車と進路が交差していたので通過待ちでしょうね。
おお、分岐しました。向こうがザルツブルク中央駅に向かうメインの線路ですね。いやー、普段乗れない区間に乗れてると思うとすごくワクワクします。ちなみにこの短絡線は基本的にこの列車の他は貨物列車が使うみたいですが、稀にザルツブルクの先のドイツ区間が工事で通行止めになったりするとレールジェットも通ったりすることがあるみたいですよ。少し進むとここで右から今度はザルツブルク中央駅からやってくる路線と合流ですね。ここからはその路線を進んでいきます。お、動き出しました。本線側との兼ね合いか、ここで数分の停車時間が設定されているようでした。それにしても貨物列車用にある短絡線のためか、貨物ヤードの横で貨物列車と同じ感じで並んで止まってたのは面白い光景でした。あの駅を過ぎたあたりで本線と合流ですね。ということでここまでがかなり珍しい主要駅を回避する短絡線でした。山が近づいてきました。ザルツブルクの町から30分ほど南下したこの辺りから山あいに入るんですが、ここからがこの路線の本領発揮ですね。トンネルを抜けると突然の渓谷区間、いいですね。この路線といえばやっぱりここですよ。今まで雪の季節に通ったことがなかったんですが、雪が積もる渓谷もさらに秘境感が増していいですね。これ反対側はちょっと見えないんですが、そっちも崖になっていて、この狭い谷間に川と鉄道と道路が通っているんですよ。お、高架の道が見えましたが、あれはこの路線と並行する高速道路ですね。高速道路は川沿いに走らず、トンネルでがっつりショートカットするようです。この辺り線路と川が結構近くて、こう見てると迫力あるんですよね。こんなに近い川沿いということで日本人からするとヒヤヒヤしちゃうんですが、上流にダムがあったり線路があるところを含めてこの辺りは強固な岩盤になっているらしく、意外にも大丈夫なんだとか。絶景を見たところですが、ここでお昼ご飯にしようと思います。お昼はパンズ風のパンにチキンと野菜が挟んであるハンバーガー風の惣菜パンですね。美味しそう。それではいただきます。美味しいお昼ご飯をいただいたところで、次の主要駅のビショフスホーフェンに着きそうですね。お、ここでエンスタニ線と合流しましたので、駅はもう目前かな。Ladies and gentlemen, in a few minutes we'll arrive Bischofshofen. Next connection, City 100. 到着ですね。実はこの駅で待てばフェルトキルヒまで行く後続の列車に乗り換えられるのですが、せっかくですのでこの列車は終点まで乗り通したいと思います。おや、向こうに何か見たことない列車が止まってますね。窓の配置的に夜行列車っぽい客車がつながっているようですが、土曜日ですしドイツか何かの臨時列車でしょうか。次の主要駅シュバルツァッハザンクトファイト駅を出たところです。駅を出たすぐのここでは南方面の路線と分岐しており、あっちは南部のフィラッハやクラーゲンフルト、あと国境を越えてイタリアやスロベニア行きの列車なんかが進んでいきますね。この辺りさっきのビショフスホーフェンと合わせて路線が X 状になっていて、東西軸と南北軸の列車がそれぞれ接続し合っているみたいです。まあ要するにオーストリア版ビッグ X みたいな感じかな。あれ、なんか止まっちゃいましたね。前方が赤信号なので前が詰まってるとかなんでしょうか。調べてみたんですが、どうやらこの先で工事をやっているせいで単線運用らしく、その行き違い待ちだったみたいですね。貨物列車が来ましたけど、これが行ったらいけるのかな。
お、青に変わりましたね。ちなみにあの信号、青が2つ点灯してるんですが、あれ、オーストリアでは60キロ制限っていう意味になります。日本でいうところの黄色が1つ点灯している感じですね。日本人的にはやっぱり高速進行にしか見えないですけどね。まあこんなところで出たらやばいですが。おお、なんかいっぱい置いてありますよ。スキーやスノボ用具ですね、これ。セルアムゼーというところまでやってきたんですが、ここ、駅近くにスキー場があるからか、結構賑わってるっぽいですね。Ladies and gentlemen, our next stop, Maishofen, Saalbach. ということで、セルアムゼーを出発。せっかく湖沿いを走るということで、湖側を見てみました。けど、さすがに今日は真っ白ですね。みんな大好き急カーブビュー。短い編成ですけど前が見えるってことは相当きつそう。お、駅に止まりましたけど、あれ、もしかしてスキー場のリフトかな。さすがオーストリアでも有数のスキーリゾート地、キッツビューエルだけありますね。ということで、ウィーンから乗ること約6時間。ここでドイツ方面からの幹線と合流すると、終点のベルグル中央駅ですね。ちなみに通常のレールジェットなんかは、あっちのドイツ経由でザルツブルクからやってきたりします。それでは、終点に到着。始発駅では10分ほど遅れちゃってたのですが、途中のダイヤに余裕があるのか、最終的には2分遅れまで回復してました。いやー、面白い列車でしたね。特にザルツブルク付近での短絡線はほんと乗るのが難しいので、今回乗れてよかったですし、楽しかったです。ちなみに今回の列車、土日祝日運転ながら、一応年間通じて運行があるみたいなので、まだ乗りやすいかもですね。もし短絡線を乗ってみたいとかや、この沿線に観光することがあれば、ぜひ乗ってみてください。時間はかかりますけど、普段乗り換えないといけないところを直接行けるので、結構便利ですよ。さーて、面白い列車を乗り通したところですが、今日の目的地はまだまだ先ですので、次はこちらに乗り換えていきます。乗るのは、ユーロシティ164便ことトランザルピン号。オーストリアでも数少ないスイスのパノラマ客車が連結されている長距離便ですね。Eurocity 164 to Zurich Hauptbahnhof, scheduled departure time 15:12, will be approximately 15 to 20 minutes late. ちなみによくわかりませんが、15分ほど遅れているらしいです。同じ系統の便にはちょっと前の一筆書き企画の時に乗ったのですが、その時は満席でパノラマ客車に乗りそびれたので、今回は乗りたいですね。今日は土曜日なので怪しいですが、一応挑戦してみますよ。18分ほど遅れてますが、無事やってきてくれました。一等車は後ろの方で、なんか機関車の後ろにパノラマ客車ついてるんですけど、編成案内では後ろって書いてあったのに、なんで？とりあえず今から移動しても無理なので、この位置で後ろがどうなってるのか見てみます。後ろにもパノラマ客車あるんですけど、まさかの2両あるんですか、この列車。じゃあこっち乗ってみます？残念ながら後ろの方はいっぱいだったので、前の方で挑戦してみます。お、こっちは空いてそう。座席をゲット。イレギュラーな増車だったためか、こっちは予約も全くなさそうでガラガラですね。ちなみにこの客車、普段はゴッタルドパノラマエクスプレスっていうスイスの観光列車で使われてるんですよ。ただまあ車両数的にかなりの数が余るので、こういう風に一部の国際列車でも使われるみたいですね。今回はおそらくなんですが、グラーツにあった車両を検査か何かで所属のスイスまで持っていくついでの運用じゃないでしょうか。
いやー、それにしても聞いたことはありましたが、実際に2両つながってるのに乗るのは初めてですね。混雑度を見られる公式のサービスがあるんですが、これによると後ろの一等車は赤のかなり混雑してる表記になってますね。対してここは2段階目のそこそこ表記になってました。確かに見た所感では合ってますね。これ30分ほどでインスブルックまでやってきました。この辺りで一番の主要駅ですが、さてどれくらい乗ってくるかな。遅延は変わらず約18分遅れでの発車。7分の停車時間があったのですけど、ここでは機関車をもう1両つなぐ作業があるために縮められなかったみたいですね。乗車率ですが満席とは言わないまでも結構乗ってきました。あと2等車のエリアにあるためか、間違って乗ってきて別の車両に移動する方も多かったかな。お、見えてきました。駅を出てすぐのここには大きな車両基地があるんですよ。で、晴れ、スウェーデンの夜行列車用の客車じゃないですか。毎年冬と夏の行楽シーズンに運行されてるのは知ってたのですが、初めて見ました。区間的にはこことスウェーデンのマルメというところを結んでいるみたいです。それ以外には新型のナイトジェット用客車もいますね。あとさっき見た新型のレールジェットもいました。インスブルックから30分くらいかな。まただんだん山深くなってきましたよ。あれ、ホームのないところで止まっちゃいましたね。何かと思ったら単線区間の行き違い待ちでしたか。まあこれ遅れてますしね。多分定時の列車を優先させてるんでしょう。レールジェット来たのに動かないと思ってたら、もう一本やってきましたね。あ、動き出しました。結局10分くらい止まってたかな。お、ザンクトアントンかな。ここはあれですね。オーストリアのスキー場といったらここってくらい有名なスキー場があるところですね。アルペンスキー発祥の地としても有名らしいですよ。発車するとすぐに峠をくぐる長いトンネルへ突入です。あ、そうそう、ここはトンネルの中にもホームが続いてるんでした。武田尾駅とか日本にもありますよね、こんな感じの駅。トンネルを抜けるとそこは雪国でした。という冗談は置いといて、それにしてもこの辺りは峠の高いところだからか一段と雪がすごいですね。トンネルを抜けてすぐのところには駅もありますよ。ちなみに今走ってるここは近郊列車がなく、この列車みたいな長距離便しか走っていない区間ですね。お、谷底のあの道、高速道路のはずですが結構渋滞してますね。東向きが混んでるみたいですが、土曜日ですしレジャー渋滞なのかな。降りる一つ手前のブルーデンツ駅を発車したところですね。時間も18時を過ぎちゃったので、さすがに真っ暗一歩手前かな。ここまで来るとあと10分もないので降りる準備をしておきましょうか。それではフェルトキルヒ駅に到着です。無事到着したところでこの列車を見送って終わりにしましょうか。シーメンス製のドレミファインバーターも相変わらずいい音出してます。いつも混んでるパノラマ客車もさすがにイレギュラーな増車だと予約がなくていい感じに空いててよかったですね。ちなみにこの列車の客車は全てスイス所属のやつですね。
去年まではオーストリアの食堂車や一等車もついてたんですが、昨年末の改正で食堂車を含めて全部スイスの客車へ変更されちゃいました。ただ今日はパノラマ客車が増えてる代わりに、いつもある食堂車が逆にないっぽいですね。ということで、スイスのチューリッヒに向けて走り去っていきました。それでは、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。